死神の名付け親。男には12人の子供がいた。その男は大変貧しく、子供たちを養うために昼も夜も身を粉にして働かなければならなかった。そして13人目の子供が生まれたとき、この子を養っていくことができるだろうかと思いが走り、困り果ててしまった。そして通りに出て最初に出会った人に名付け親になってもらおうと決心した。そうすればその名付け親の加護も受けられようと思ったのである。通りに出ると最初に眩しく輝く白衣を着た者に出会った。その者は男の心の内をよく知っていた。貧しい人よ、お前を哀れに思う。私がその子の名付け親になろう。そしてその子を引き受け、この世で許される限りの幸せを与えよう。とその者は言った。男が、お前は誰だと尋ねると、その者は、私は神だと名乗った。男は、じゃあお前には名付け親になってもらいたくない。お前は金持ちには与え、貧乏人には腹を減らしたまま放っておくじゃないか。と神に言った。男は神が富と貧しさをどのように割り当てているのかを知らなかった。そして男は神を後にし、さらに進んだ。すると、尻に尻尾を生やした者がやってきた。誰を探している？俺をその子の名付け親にすれば、その子に使い切れないほどの金を与え、世の中のありとあらゆる快楽も教えてやる。とその者は言った。男が、お前は誰だと尋ねると、その者は、俺は悪魔だと名乗った。じゃあお前には名付け親になってもらいたくない。お前は人を騙し、たぶらかして人の道を踏み外させるじゃないか。と悪魔に言った。そして男は悪魔を後にし、さらに進んだ。すると通りの向こうから干からびた足を裾から覗かせ、ゆらゆらと近づいてくるものがあった。そして男の前に立ち止まると、静かに男に話しかけた。わしを名付け親にしたらええ。男が、お前は誰だと尋ねると、その者は、わしは死神じゃ。わしは皆を平等にするじゃろう。と死神は言った。すると男は、そうだ、お前さんがいい。お前さんは貧乏人も金持ちも区別せず、皆を平等に連れて行く。お前さんに名付け親を頼むよ。と言った。死神はほくそ笑んで、わしがお前の子供に富と名声を与えてやろう。わしと親身にしておれば何も足りぬものはない。男と死神は日曜の洗礼の日に子供の名付けを約束し、そして死神はその洗礼の日、約束通り子供に名を授けた。死神は
全く普通通りに名付け親となったのである。子供はすくすくと育ち、良い年頃の若者となったある日、その若者の前に死神が姿を見せた。死神は若者に一緒に来るように言うと、森の奥へ奥へと連れて行き、そこに生えている薬草をむしり取り、若者に手渡していった。さあ、名付け親の贈り物を受け取るがええ。お前を有名な医者にしてやろう。お前が病人のところに呼ばれたら、わしは必ず姿を見せよう。もしわしが病人の枕元に立っていれば、お前は必ず治しますと自信を持って言うがええ。そして病人にこの薬草を飲ませれば病は治る。だがわしが病人の足元に立っていれば、その病人の命は諦めろ。病人の命はわしのものだ。お前がどんなに手を尽くしても無駄だ。お前はたとえ世の中のどんな優秀な医者を探し出しても、誰もその病人を救うことはできない。死ななければならない。と言わねばならぬ。そしてよくお聞き。絶対にわしの意に背き、その病人に薬草を使ってはならぬ。そうしないとお前自身がひどい目に遭うぞ。と言った。若者は死神の言う通り医者になり、死神が枕元にいるときは薬草で病を治し、足元にいるときは死ななければならないと諦めさせた。そしてこの世で最も有名な医者となった。人々はあの医者はただ病人を見るだけで、その病人が助かるのか死ななければならないのかがわかるすごい医者だと噂した。そして町の人々は家族に病人が出ると若者を呼び、また遠路はるばる訪ねてくる者も少なくなかった。そして若者は大金持ちとなった。そんなある日、若者が住む町の王様が病になった。若者は王様のもとへ呼ばれ、王様が助かるのか死ななければならないのか言わなければならなかった。若者が王様のベッドに近づくと、死神は王様の足元に立っていた。死ななければならないと言わなければならなかった。しかし若者はたった一度だけ死神をたばかることはできないだろうか。そのことを知ったらきっと腹を立てる。でも自分の名付け親の死神なら一度ぐらいは多めに見てくれるだろうと都合よく考えていた。そして王様を抱きかかえると、くるっと向きを変え、反対向きに寝かせ、薬草を取り出し王様に飲ませた。するとたちまちに王様の病は消え去り、元気になった。死神は真っ黒になった恐ろしい形相で若者に詰め寄り、怒りに震えた声で言った。わしをはばかったな。
私のかわいい名付け子だ。今回ばかりは許してやる。だが次はないぞ。もしもう一度わしを騙せば、お前の首はない。わかったか、よく聞け。もう次はない。と言い、若者を睨みつけたまま煙のように消え去った。それから間もなく王様の娘が病にかかった。娘は王様のただ一人の子供だった。王様は嘆き悲しみ、昼も夜もなく泣き続け、目はうつろとなった。そして娘を死から救い出した者は誰であっても娘の夫にし、自分の後を継がせ王の後継者とするとお触れを出した。若者は病に伏せる娘のもとへ向かった。娘のベッドに来ると、死神は娘の足元に立っていた。娘の顔は血の気が引き、青白く苦しそうだったが、それでもあまりに美しい顔立ちの娘で、娘を助けることができれば、自分がその美しい娘の夫になれる。そして王の後継者になれると思い描き、のぼせ上がった若者は、死神との約束も何も思い出そうとはしなかった。死神は怒りに満ちた眼差しで若者を見つめ、干からびた手を振り上げ、若者に警告し続けていたが、若者は娘に見とれ、その先に続く幸せに思いを馳せ、死神を見ようともしなかった。そして王様にしたように娘を抱きかかえ、くるっと向きを変え、反対向きに寝かせると、薬草を娘に飲ませた。すぐに美しい娘の顔に血の気が戻り、体の中で命が息づき始めた。死神は若者に二度までも騙され、怒り狂い若者に詰め寄ると、お前はもうおしまいだ。たった今、お前の命運は尽きた。と怒りに満ちた恐ろしい声で言った。そしておもむろに氷のように冷たい干からびた手で若者をつかみ、地の底にある洞窟へ連れて行った。そこで若者は無数のろうそくが列をなし、ゆらゆらと燃えているのを見た。大きいろうそく、中くらいのろうそく、小さなろうそく、さまざまなろうそくの炎が揺らめいていた。炎はその瞬間瞬間に燃え上がるものもあれば消えゆくものもあり、絶え間なく変化し、あちこちと飛び跳ねているように見えた。死神は、わかるか、と言うと、さらに続けた。これらは人間の命の灯火だ。大きいのは子供、中くらいのは一番いい頃、結婚したばかりのものだろう。小さいのは年寄りのものだ。しかし、子供や若い者でも、同じように小さいろうそくの場合もある。と説明した。若者が尋ねた。私のろうそくは？
死神は干からびた指で一つのろうそくを指さした。お前のろうそくは見ろ、あそこだ。そのろうそくは今にも消えそうになっている小さなろうそくだった。若者は怯え、懇願するように死神に言った。ああ、名付け親のお父さん。どうか私に新しいろうそくを。これからあの美しい娘の夫となって、王の後継者になる私に、私を愛してくれているなら、どうか、長くて新しいろうそくに変えてください。死神はそっけなく答えた。わしにはできん。ろうそくが一つ消えなければ、新しいろうそくに火を灯すことができん。どれか一つ消えなければならん。若者は、それじゃあ、今のろうそくが終わる瞬間に、すぐに新しいのが燃え続けるように、新しいろうそくを継ぎ足してください。と、死神にすがりついた。死神は、若者の願い通り、長く新しいろうそくを手に取ると、今にも消えそうな小さなろうそくを持ち上げ、火を移す素振りをしてみせた。が、その小さなろうそくは、死神の手からこぼれ落ち、儚い灯火は、儚いままに消えてしまった。途端に若者は崩れ落ち、死神の腕の中に抱かれた。